ベーナの早川博樹です。今日は、ナスとアサリのトマトソースのスパゲッティを作ろうと思います。よろしくお願いします。この料理は定番の人気のトマトソースのスパゲッティのレシピです。今回はフレッシュトマトと、アサリを使ったソースを作りました。ご家庭でもレストランレベルの絶品のスパゲッティが食べられるよう、いくつかポイントを紹介しているので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。は、アサリとナスのトマトソースのスパゲッティの材料の説明からいきます。まずアサリです。おナスで、スパゲッティは好みなんですけど、今日は太めのスパゲッティで用意してますと、トマトです。イタリアンパセリ、ニンニク1かけ、白ワイン、オリーブオイルとお塩です。ではパスタの具材を切っていきます。まずは湯むきにしたトマト、これは、コンカッセ角切りです。スライスとかよりもこうやって角切りにしといた方が、最終ソースにしたいんで煮溶けやすいサイズにちょっと細かめに切ってます。もうこんな感じでいただいちゃいます。次は、ナスを切っていきます。ナスはまずヘタを落として、皮はもう剥いちゃいます。口に残るんで、この後、油でアクを抜いた後油で揚げるんで、隠し包丁とかを入れとかないとそこが硬くなっちゃうんで、もう今回はあとトマトソースなんで、皮付きのナスが入るとその皮の色が移ってちょっと美味しそうに見えなくなっちゃうっていうのもあるんで剥いてます。ではナスを切っていきます。適当に乱切りです。その季節によりけりなんですが、今のナスはちょっとふわふわなんで、柔らかいナスなんで、油で揚げたらすごく縮むと思うので、ちょっと大きめに切ってます。で、少し塩水につけてアクを抜きます。だいたい 1% ぐらいの塩水です。水1リットルに対してお塩 10g です。あとは、10分15分さらしとければ、それである程度アクは抜けると思います。次はイタリアンパセリを切っていきたいと思います。だいたいイタリアンパセリを使われるときに、結構この先の葉っぱだけ使ったりする方いると思いますが、イタリアンパセリまあまあ軸まで使って美味しいです。ちょっと触ってみて、またはかじってみて、硬いなと思うところはもう出しに回すとか捨ててしまうとかで大丈夫なんですけど、まあまあ柔らかいところが多いんで、これぐらいは全然軸も入れてもらって大丈夫です。軸ごと入れることによって、その軸の部分を噛んだ時にこのイタリアンパセリの味がブワッと広がるんで、むしろこれは入ってた方が美味しいと思います。ではこんな感じで粗いみじん切りで大丈夫です。ニンニクです。ヘタを取って皮を剥いてあります。あとは半分に切って、先に焦げちゃうんでこのニンニクの芽だけ抜きます。今日はパスタには具としてニンニクが入っているのはちょっとニンニクきつすぎるので、オイルに香りを移すだけなんで、今日はそんなに切りません。もうこのまま塊のままです。では鍋が冷たい状態のところにニンニクを入れて、オリーブオイルですね。ちょっと浸るぐらいです。
ったら、弱火でじっくりオリーブオイルにニンニクの香りを移していきます。じっくりじっくり途中で返しながら移していきます。少し色づくぐらいまでです。あんまり色づけすぎると、その香ばしいニンニクは美味しいんですが、ちょっと美味しすぎると言いますか、パンチが出すぎるんで、薄く色づくぐらいで今日は止めます。お肉のパスタとかやったらそれぐらいまでした方が美味しいとかもあるんですけど、まあ今回はアサリのトマトソースなんで、そこまで色づけることはしないでおこうと思ってます。では、色づいてきたので、ここで火を止め、もうニンニクは抜いてしまいます。で、塩抜きしたアサリを入れます。で、白ワインを少し入れます。白ワインは、風味付けです。そこにお水を少し入れます。で、蓋をして、強火でアサリが開くのを待ちます。じゃあ、こんな感じで、全部にアサリが開いてる状態ですね。で、見た感じこう、ぷくっとしてる感じですね。火入りすぎるともうちょっとこう、痩せてカスカスの状態になります。このまま炊き続けると身がカスカスになっちゃうんで、一旦火を止めてアサリ揚げます。アサリの殻を取っていきます。殻付きやと食べにくいんで、食べ手のことを思い取ることにします。この殻を使って貝柱のところをキュッと引っ掛けてやると、それで取れるんで、例えばこう指とかでグッて取るとこう潰れちゃうんで、なんでこのくっついてるこことここの2点がくっついてるんで、そのどっちかをピッてやってあげるとアサリも傷つかずに綺麗に剥けます。アサリがなければ、カキ、ハマグリ、そうですね、海の貝ならできると思います。淡水のシジミとかはちょっとできなくもないが、シジミやとだいぶ塩を後で足して調節しなダメですね。ではこんな感じで剥き終わりました。ではここに再び火をつけて、先ほどのトマトのコンカッセをもう全部入れてしまいます。で、ちょっと崩れてるぐらいにしたいので、ここで一旦炊きます。で、周りが焦げつきそうであれば、また少し水を加えておいてください。では、ナスを揚げていきます。油の温度の目安は、160から180ぐらいの間でやってます。では、どんどん入れていきます。油の温度180度あったんで、一気に入れてしまって、ちょっと下げよう思ってます。160ぐらいやと2回に分けた方がいいかもしれません。ナスによりけりなんですけどね。結構水分を多く含むナスは、揚げると最終すごいしぼんじゃうんで、これぐらいの大きめに切っといて、ガシッとしたしっかりした実の詰まったナスは、例えばベイナスとかカモナスとかみたいな実の詰まったナスはもうちょっと細かく切っといていいと思います。ほな、そろそろ火が入ってきたと思うので揚げていきます。結構大きく切ったのに、もうこの揚げてからは少し小さくなってる感じがします。ここからまだ少し縮んでいきます。水気が多かったんで、それが揚げることで抜けて縮んでいってる感じです。
すごいトロトロです。もうこれぐらいトロトロなナスやとソースとしてに一緒に炊いちゃうと結構ボロボロになっちゃうんで、まあ最後の方に入れることにします。米ナスとかカモナスとかみたいにしっかりしたナスならもうこの時点でソースに入れて問題ないと思います。ここに一旦ナスを全部入れて一瞬炊きます。あまり炊きすぎるとこのナスはもう柔らかそうなんで潰れちゃいそうなんで一瞬で大丈夫です。ちょっとここで炊いておくことで、ソースにもナスにも味が馴染むんでこうし、炊いてます。でナスもさっと炊いてナス揚げます。何度も言いますが、米ナスとかなら、ずっと炊き続けても大丈夫だと思います。米ナス、カモナス、あとは秋ナスの結構硬いナス。ではパスタ湯がきます。パスタを湯がく塩の目安は、重量の 1% ぐらいです。目安というか 1% ですね。ちょっと濃いめのお吸い物ぐらいは入れますが、余談なんですけど、アサリのパスタとかもともとソースに塩気が強いときは若干薄めの方がいいと僕は考えてます。じゃないと最終塩がきつくなっちゃいます。これは、9分40秒湯がくパスタです。まあ袋に書いてあるのの30秒ぐらい早めを目安でいいと思います。イタリア産のスパゲッティは袋の通りに書いてあるだけ湯がいても結構アルデンテやったりするんで、そっからマイナス2分とかしちゃうとまあ中身パキパキな麺が出来上がっちゃうんで、アルデンテっていうのは真ん中に一本芯が通ってるっていう意味であって、しっかり芯が残ってるとただの生茹でなんで、僕はどっちかというと太めの麺を深く湯がく方が好きですね。いきます。ソースが煮詰まりすぎてたら水を加えます。で、このとろっとするところまで加えていきます。で、詰めすぎをこうやって伸ばすことはたやすいんですけど、逆にシャバシャバを煮詰めるには時間がかかりすぎるので、どっちかというと詰めすぎてパスタが上がるのを待っといて、で入れて少なかったら水を足すっていう調節方法の方が失敗しない秘訣です。で、最後具を入れます。あさりとおナスです。あとはナス入れてからもうさっとです。のとろーっとした感じがいいんじゃないですかね。で、最後オリーブオイルと、あとちょっと火の入ったイタリアンパセリの感じも欲しいので、イタリアンパセリ先に少し入れます。で、ざっと和えて、ほな盛り付けます。盛り付けのコツは先に麺だけ盛ります。ここで具も一緒くたに盛っちゃうより麺だけ先に盛った方が美味しそうになります。麺だけ盛って、その後具だけ持っていきます。最後にソースを少し盛って、仕上げのイタリアンパセリを少し振ったら完成です。